必見、日本独自の子ども文化、育ちの美学とは？日本には子供たちの成長を一つずつ目で、小さな手に大きな祈りを託す文化があります。それは四季折々の行事の中で伝統と遊び心が重なり合い、いつの間にか心の深いところに刻み込まれる。今回はそんな子供たちの成長を祝う日本の文化を4つご紹介します。海外の人々の驚きの声とともに、その繊細さと温かさにじっくりと触れてみましょう。1、キャラ弁文化。キャラ弁、子供のお弁当箱を開けた瞬間に広がる食べる芸術。ピカチュウの黄色い顔、ご飯で作られたまん丸おにぎりのクマさん。野菜が鮮やかに彩られ、海苔のパーツで表情を作る。子供がわーっと笑顔になるための愛情あふれる一工夫ランチです。それはただの食事ではなく、お弁当を開ける時間そのものを幸せにしたいという親の心そのもの。日本ではお弁当そのものがお母さんからの手紙のようなもの。ただ食べるだけでなく、少しでも楽しく、少しでも愛おしく感じられるようにと願いが込められています。海外にもランチボックスはありますが、食べ物を飾るというより簡単&チタンが優先されがち。そのためランチがアニメキャラになってるという発想にびっくりされることも多いのです。時には母の頭を悩ませるキャラ弁作りですが、その裏にはたくさん食べてほしい、お昼時間も楽しんでほしいという気持ちがあふれています。日本の子供たちにとって、お弁当はお腹を満たす以上の心を満たす小さなイベントでもあるのです。海外の反応。ランチにポケモン。これはもう毎日が誕生日みたいだよ。食べるのがもったいないランチ。こんな幸せな時間があるなんて想像してなかった。に、七五三。1000年を遡る歴史の中で、子供の命を守り続けたいと願って始まった行事です。昔は幼くして命を落とす子供も少なくなかった時代。だからこそ、無事に3歳まで育ったことも、5歳を迎えられたことも、特別な喜びでした。その名残が今も、3子7歳という区切りの中に息づいています。着物や羽織袴、結び帯など、年齢ごとの衣装にも意味があり、それぞれが子供の人生の一歩を彩る装いとして工夫されています。神社でお参りをする姿は可憐で、そして凛としたもの。家族全員が晴れ着で揃う光景も、伝統美がそのまま受け継がれた日常の場面でしょう。そして手にする千歳飴には、長く幸せに生きてほしいという願いが込められ、紅白の飴は飾ってめでる祈りの象徴でもあります。海外の反応。小さな子が着物を着ている姿がまるで絵画みたいだ。そんな伝統行事があるなんて羨ましい。3歳、5歳、7歳でそれぞれ意味があるの？子供の成長を丁寧に祝う文化が素敵すぎる。千歳飴って日本版の幸運のお菓子みたいでユニーク、美しい伝統だよね。3、鯉のぼりと5月人形。5月の空にたなびく鯉のぼりは、日本の端午の節句を象徴する風景です。滝を登れば竜になるという鯉の登竜門の伝説をもとに、子供たちにどんな困難にも負けず強く育ってほしいという願いを託してあげられます。家の中には威風堂々とした鎧兜や武者人形が飾られ、それはまるでかつての武士たちが子供たちを守るかのような伝統の象徴です。海外には子供の日が存在する国もありますが、魚が空を泳ぎ、家に甲冑を飾るという文化は、日本ならではのダイナミックな祝福スタイル。端午の節句は、願いと物語がまっすぐに結びついた
まさに精神性のアートとも言えるでしょう。海外の反応。武者人形を飾るなんて、まるで家にヒーローが住んでるみたい。かっこよくて意味深い文化だね。なんで空に魚が泳いでるのと思ったら、お祝いの象徴だったのね。最高。鎧兜を飾るなんて初めて聞いた。守り神みたいでめちゃくちゃクールだわ。4、ひな人形。3月3日、桃の節句。ひな祭りは、女の子の健やかな成長と幸福を祈る日です。赤い毛線の上に並ぶひな人形たち。天皇と皇后を中心に、宮廷の装束に身を包んだ人々が、雅な瞬間を切り取っています。それは、平安貴族の世界がミニチュアに宿った優雅で静謐なひな壇です。元来、ひな人形は厄を移す身代わりとしての役割があったとされ、川に流して災いを払う流しびななどの風習もあったほど。そして今なお、ひな人形を片付けるのは遅いと婚期が遅れるという言い伝えが残るほど、この文化は親たちにとって深い愛情を託す場でもありました。海外にも人形文化はありますが、人形に役を託し、祈りを込めるという精神性はとてもユニークです。ひな人形は日本ならではの美意識と心の文化が息づくかけがえのない家宝なのです。海外の反応。こんな優雅で美しい伝統が家庭にあるなんて、日本の子供たちってすごく大切にされてのね。ひな人形ってアート作品だと思ってたら、厄を払う役割もあるなんて奥深すぎる。さて、日本独自の子供文化解説、いかがでしたか？子供たちの周りにそっと寄り添い、成長を喜び、未来を祈る日本の文化。そこには、ただ伝統という言葉では語りきれない。家族の時間、古きものと新しきものが溶け合って生まれた、ささやかな奇跡があります。海外から羨望の眼差しを受ける、その習慣たちは、今も変わらず、ゆっくりと続いている。あなたが心に残っている、幼い頃の特別な記憶は何ですか？コメントで、ぜひ教えてくださいね。最後までご視聴いただきありがとうございます。この動画が面白かったら、チャンネル登録やいいねをよろしくお願いします。これからも外国人が驚いた日本の文化シリーズ増やしてまいりますので楽しんでいってください。ではではまたね。